宮城さん、地域の物語の再構築。Researcher 文明佐藤、Reconstructing the Regional Narratives。おはようございます。Good morning, everyone。今日は地域の物語の再構築ということでお話をさせていただきます。はじめにということで、昨今の都市計画において、統一された都市のイメージや景観が重要視されつつある。これは全国の各地での景観条例の制定の動きや、国の、景観緑三法と呼ばれる、景観に関する新たな法律の制定にも見られるところであります。その反面、個人による多様な価値観によって構成される今日の都市地域において、もはや統一のビジョンやイメージを掲げながら、新たな都市や地域を作っていく、推進していくということが難しくなりつつあることも事実である。例えば、国立シティですけれども、の高層マンションの建設に対する裁判からも明らかな通り、住民がマンションの建設に対して、反対し、地域景観を守り育てていこうとする動きを擁護するという判決がなされたことは、今後のまちづくりにおいても、大きな前進であるというふうに考えられます。This is a picture of the Kunita city. It's a low-rise housing built here like this. And, その一方で、高層マンションやその調合、やそれに対するニーズがあることは同じ町に暮らす市民の多様な価値観を象徴するものであるということも言えると思います。This is the high-rise apartment which I mentioned. This is the same street as the picture before. Yeah, this one. And suddenly the high-rise building like this is constructed. This is a huge problem for the residents in this area. こうしたまちづくりを、取り巻く難しい状況を踏まえ、どのような市民間または市民と行政との合意形成を行っていくことができるかという一つの問題が提起されます。またその問題を解くためには現在の計画において優位性を持つ科学的な言語のみに依存するのではなくて、日常言語によるコミュニケーション、そういったものを調整していくことが重要であるというふうに考えられます。日常言語によるまちづくり、私はそれをジェネラリズムによるまちづくりというふうに定義をしておりますが、その一つの原点として、本シンポジウムの中心的なテーマである、パトリック・ゲイスの業績というものを見ることができると思います。Sorry, I forgot to explain that this one. This is a kind of advertisement of the high-rise apartment in front of the building, and some people are interested in the building because of the panorama from the high-rise building, but at the same time, these are kind of negative campaign against these apartments. These two things exist same place at the same time. It's represent the diversity of the different sense of values in the same city. これがご存知のパトリック・ゲイスです。彼の生命の概念を中心に捉えた都市の捉え方とその進化の理論は、当時大きな進歩を遂げつつあったさまざまな学術分野を統合することによって描かれていたというふうに言えると思います。このゲデスの考え方を示す業績の一つとして、彼が1912年に発表した、学習のための仮面劇、マスク・ブラーニング、と言いますが、これ今後仮面劇というふうに、この中でいきたいと思いますが、これが挙げられます。この中でゲデスは多様な専門性の統合の上に、生命の哲学を構築し、それを表現する手段として仮面劇を行うこと、また仮面劇という、いわゆる芸術ですね、それを介して、
個々の専門的な言語を日常言語へと翻訳するということを試みています。さらにこの劇に市民や学生が参加することによって新たなまちづくりに向けた意識改革を促すことを目論んでいたということが言えます。私はこのゲデスの試みは今日において市民の言葉によるまちづくりを推進する上での一つのモデルになると、そういう可能性を秘めているのではないかというふうに考えています。今回の発表では、今日のまちづくりの中で仮面劇に見られるゲデスの理論をどのように解釈し応用することができるかについて、地域の過去や現在を語る言葉としての地域の物語とそれを表現する手法としての芸術に着目しながら検討していきたいというふうに思います。学習のための仮面劇の論点ということですが、最初の仮面劇というのは、先ほど申しました通り1912年3月にエディンバラ大学のホールの設立25周年記念の祝典のために準備されたものです。で、約650人の役者、オーケストラ、聖歌隊が参加し、数日にわたり上演されました。その後、当初の仮面劇は新たなシーン、音楽が加えられ、これが本ですね。加えられ、古代の学習のための仮面劇、それから中世近代の学習のための仮面劇、2編として再編されています。これが仮面劇の内容に関する、ここでは仮面劇の内容に関する解説ということではなくて、それが今日の都市計画の文脈において重要になると考えられる以下の4つの、これからお話しする4つの点についてお話をしていきたいというふうに思います。ですぐ出ちゃいましたが、1つ目、過去、現代、未来と続く知の物語ということでございます。仮面劇とは、現代や場所を超越した文化の進化の物語を想像することであるというふうに解釈することができます。その中でそれぞれの時代における人々の完全なる知やその力の獲得に対する切望という願い、そういったものが新たな文明への幕開けの原動力になってきたという歴史が描かれています。これが目次ですね。先ほど申しました古代の学習のためのこれが中世近代のための仮面で、これがゲデスが言ってる言葉ですが、人間性における個々の大いなる向上、物質に対する新たな理論や新たな文化一つ一つの出現、つまり西洋東洋ので同時に見られる歴史におけるそれぞれの主たる進化というものが生命の2極、2つの極での新しい方向性として始まっている。それが物質的なものと精神的なもの両方であるというゲデスにとって、世界の歴史というものは、生命の進化により社会に新たな秩序をもたらすものということを示すためのいわば大きな物語として用いられている。異なる地域の調査研究を通して得られた知見が地理的な違いを超越し、場所と人間の活動との関係における普遍的な法則へと導いていくことを示している。さらにその法則に基づいた都市や地域の計画こそがより良い社会を構築するために求められるものだというふうに捉えられている。ゲデスが仮面劇で表現しようとしていた歴史とは、過去の幻影や遺産として掘り起こされるべきものではなく、彼らの目の前にある現在の中に生き続けているとして捉えることができる。過去と関連付けられた現在の位置づけが結果として将来の進むべき方向を示唆することになる。ここに彼が唱える進化という考え方が現れていると私は考えます。2つ目の論点ということで、専門性の統合としての生命の哲学です。ゲデスがこの仮面劇を描いた背景には、彼自身が当時の近代科学の発展に伴って優位性を増す、スペシャリズムに対して抱いていた危機感というものがある。彼は高度な専門性に基づく多様な学問体系を有する大学の重要性を認識しつつも、その官僚的、それから権威主義的な重荷というものが学生たちを精神的に追い詰め、また学ぶことに対する障害となるということを危惧していました。このことについてゲデスは旧約聖書にあるイブの言語に例えて以下のように思います。
百科全書派は、林業数学的または美史的なものに切り裂く、哲学者はもはやそれをことに見立てることができない。教育者は、人々にその断片を約束することに甘んじ、学者ぶる人々や官僚は意識的にその回避を行う。人々は知識を失うことにより堕落し、そして何よりもビジョンが失われるということです。すみません、ちょっと私が訳しているのであまりうまく訳せてないところがありますが、よろしくお願いします。知の、象徴としての林業というものはもはやそれが持つ神話として語られるのではなく、多様な専門性によって別々に、解明されるべき対象として存在しています。またその全体を形作っているものはそれを包む表層的な政治に取って代わられてしまっている。そして、こうした知識が、直面する危機を踏まえ、芸術は全ての分野の専門性を統合することにより知の集大成としての社会学の在り方を目指していたということが伺える。高度な専門性を包括するためにはこれまでの理論ではなく新たなアプローチが必要となる。芸術はその個人と社会の両方を含む生命の哲学というものを位置づけており、それが個々の専門性のメタ言語となっていると考えられる。彼の科学についての包括的な記述はこれまでも出てきていますが、彼が思考機械というふうに呼んでいる一連のダイアグラムの一つとしての科学の分類、クラシフィケーション・オブ・ザ・サイエンスとしてまとめられています。数学、物理学、生物学と続く知の最高位に経済学、地理学、人類学によって構成される社会学を位置づけ、それこそが個人と社会の進化を記述するための中心的な学問になるということです。仮面劇に演じられている過去の文明は芸術が考えるこの進化の枠組みの中で一般化、普遍化されているのであります。3つ目の点としまして、大学と都市の融合ということです。仮面劇の中では、生徒が大学に入学するシーンから始まっており、そこで、文明の歴史を学ぶことにより新たな都市へのビジョンを描くとともに、それを実現していくための市民として成長していく過程が描かれています。この、学生から市民への過程というものは、生命の表記ノーテーションライフの中の流れと並列的な関係にあるということが言えると思います。この性の表記につきましては、1995年の、山口のシンポジウムの中で、マクドナルド教授によってすでに詳細な発表がなされておりますので、ここで、あえて説明を省略しますが、その中で進化の過程は、町、村、それから学校、それから寺院、大学、それと都市と、4つの段階によって構成されております。最初の段階である町、村というものは、自然環境とともに暮らす、社会というか人の姿であり、それが、芸術が定義するところの社会学に基づく、現地調査によって把握されるものです。それに続く学校というものは、町村で、生活し働く中で感覚、感情、経験から場所を認識する段階であります。しかし、日々の生活を通して個人の中で形成される、事実というものは、必ずしも都市のあるべき姿では、ありません。現実の町、村とは、近代科学の発展により、成長が遂げられたものでありますけれども、その中にあるべき都市の理念や理想といったものが、人々の心の中から失われている状況にあるということを示しています。示しているかもしれません。次の段階である寺院、大学を通してこうした状況に対する批評的な立場が取られ、それに基づいて多様な専門性を統合することにより新たな思想、夢を育むと目指します。最後の段階である都市というのは思想の場でとしての大学や寺院においてビジョンを描き、それを追求した結果として達成される姿として描かれているということです。この生命の表記に示されている4つの段階を繰り返すことにより、それぞれが次第に一つの方向へと収束していくことになります。新たな知を模索し、それに基づくビジョンを描く大学の
社会学部の学生が、多様な科学の頂点に位置づけられ、それ自体が新たな都市を作り上げていく市民と、道具というか同じ意味になっています。その時点で大学と都市というのが、もしかすると一体になっていくかもしれません。4つ目の点でございますが、芸術の可能性ということです。ゲデスの理論の中では、中に一つの問題が残ると認識をしています。それは個々の専門性を超越した生命の哲学やそれに基づいた新たな都市といったものをどのような手段を用いて構築することが可能であるかということです。ゲデスは大学の専門性を統合するための一つの手段として芸術というものに着目しています。ここでゲデスが、言葉ですが、一言で言えば芸術が、一般化するので、ジェネラライズ。芸術のみが、最後に一般化する。そして全ての一般化が芸術の形態となる。功利主義の時代において、労働は、多様な科学技術を応用することによって行われており、それはもはや美しさの認識から切り離されている。しかし、こうした状況はここで終わりを告げ、芸術が既存の学部の統合というものを、達成するものとして立ち上げるということです。これもゲデスの言葉ですが、教育は芸術により互いに保持する方向へと統合されていく。観察、研究や考察が蓄積していく広大な知の遺産、それは学生を次第に圧倒し意気消沈させ拒絶する手法にの助けによることなく芸術を媒介とし瞑想の力を借りながら再び生き生きとした努力に満ちた教育を行うものだということを述べています。例えば前述の、生命の表記は、彼の議論全体を視覚的に表現するためのダイレクトというふうに考えられます。また、彼が、エディンバラに設立したアウトルックタワーという、都市の博物館では世界のつながりの中でのエディンバラの位置づけを再認識するために、図面や模型といったものが展示されていました。それから、屋上に設置されたカメラオブスクラ、皆さんご存知の通りですけれども、により、視覚的な情報に基づく新たな施策の方法というのを提示しています。今回事例にとっている仮面劇についてもこうした技術の一連の視覚的施策といったものの一つの試みとして捉えることができるということです。ここまで4つの点についてお話をしてきましたが、4番目ということで、仮面劇の今日における意義ということで、今日という視点から、この仮面劇とまたそれを中心とする、ゲデスの思想の背景というのをちょっと見ていきたいと思います。ゲデスによる仮面劇は、自らを描く、新たな知の体系としての、生命の哲学を芸術を用いた壮大な物語として表現したものであるというふうに言えます。今日の視点から見た場合、この大きな物語は近代理論を現代に応用する上での限界を示していますが、それと同時に、その中から今日においても重要になるというふうに考えられるいくつかの点を指摘することができます。ここでは、2つについてお話をしたいと思います。1つ目が、大文字のゲデスから小文字のゲデスということです。物語、通常用いられている物語という言葉は、歴史的事実を客観的に記述することではなく、今日の視点から過去の出来事を取捨選択し、そこから、再構成することによって現代を意味づけることであるというふうに考えられます。その過程において、出来事と過去の出来事というものは主観的に解釈されながら語り継がれているものであります。今日ゲデスが生み出した仮面劇は過去を象徴化することを通して新たな物語を創出するための一つの手段として再構築するということができると思います。彼は、都市の進化を単なるスペシャリズムの集合に委ねるのではなく、芸術を介してそれをゼネラリズムの世界に統合することを試みています。さらに歴史を単なる過去の事実として葬り去るのではなく、そこから彼の理論に基づき進化のモデルとして再構築をしています。そしてその進化の延長上に将来のあるべき都市の姿を見出そうという姿勢を、示しています。これらは、今後の今日の多様な価値観についても、場所の歴史という、共通の基盤の上に、我々の、生活というのが成り立っているということを、確認する上でも極めて重要なことであると考えます。
しかしながらこの仮面劇はギデス個人の視点を通して作られた物語であり、過去のさまざまな時代の事実を物質と精神の融合による生命の哲学の中に横断的に解釈しているものであります。つまりこの物語というのは実証科学とそれに基づく都市の進化の方向性を正当化するものであるというふうに言います。でこうしたゲデスの手による大きな物語というものは、いわゆる伝統的な社会において、こう伝えられてきた物語の、作り方、またその経験というものが語り継がれてきた物語、またその中の、での監視官的な意味といったものと明らかに異なる形成過程を持っているものではないかというふうに私は考えています。で今日の物語に求められることは、一人の人間の考えによって、新しい物語を再構築するということではなく、市民が共感できる物語を構築していくことである。しかしながら近代以降新たな物語を構築する普遍的な合意形成の可否というもの自体が大きな論点の一つとなっている。それが、2人の、人間というか思想家の議論に代表されるものです。一つは、リオタールという、思想家ですが、リオタールに代表される近代の大きな物語に対する、不信感というものがポストモダンを前提としながら、その中における新たな、合意の限界というものを唱えている。こっちの左側ですね。それに対しまして、ハーバーマスが取っている立場というのが、近代の、意識の哲学と呼ばれているものを、言語による哲学というものにこう置き換えていきながら、普遍的な合意形成、ユニバーサルコンセンサス会といいますが、そういったものを再構築することが可能であるという考え方ということです。今回のこの話の中で、こちらの議論にこの2つの、議論に対して、単位にどちらがいいかという結論を出すことは当然できないことは明らかでありますが、それを確認した上で、ギデスが、大学と都市の融合、または、学生市民を、同じものとして、こう重ね合わせて考えていくと、そういった考え方は、今日の、住民一人一人が幅広い地について、学習を繰り返すことによって新たな市民間の合意形成を促すための、少なくとも過程であるというふうに捉えることができると思います。たとえそれが、永遠に終わることのない、過程であるとしてもということです。そしてこの過程によって、市民一人一人が作り出す言葉とは近代の大きな物語に対してより主観的、そして、それが小さな物語というふうに言うことができるかもしれません。各々が、場所の認識に基づいて語る個々の言葉、個々の物語は、学習の過程を経たとしても、最終的にそれが一つの合意に向かうということは決して保証することはできません。むしろ、各自がその価値観を、言葉として発していくこと、それによって、それぞれが依拠する価値観の違いというものを、世の中にこう明らかにしていくということになっていると考えます。しかし今日、経済的合理性や、科学技術による、物質的な合理性という知というものが、優位性を保っているような社会の中で、個人が日常言語による個々の価値観を表現していくことが新たな合意形成に向けた第一歩であるということは間違いないと思います。そのためには、今日のまちづくりにおいて求められることとしては、唯一の物語を提示する、大文字のゲデスというキャピタル G のゲデスに対して、スモール G のゲデスということで文字のゲデス、それはここで書いてます通り唯一の大きな物語を提示するという存在でのゲデスというものから、一人一人各々が、価値観に基づいて自分にとっての正当性を物語っていく主体となっていく、自分たちがその主体となって語っていくという、形というのが、必要であり、そういった人というものを主体というものを育てていくということが、重要であるということでございます。で、2つ目の点としましては、プロセスとしての芸術ということです。ゲデスにとって、仮面劇というものは知の統合された形としての芸術
芸術として、視覚的に表現されたものであって、まちづくりの理念やビジョン、必要性や重要性を示したものであると言います。それは進化に向けた、市民の精神を高揚させていく、それを促していくための一つの、装置であるというふうに捉えることができます。ここでは芸術が求めていた、芸術というものは単に消費されるべき対象ではなく、新たな都市づくりを推進するためのいわば、媒体というかメディアというか、としての役割になっているということが考えられます。それは、考えるための装置としての芸術であり、その受け手である観客一人一人がやがて街づくりの過程へと、引き込んでいくという、引き込まれていくと、そういうことが目論まれていたように思われます。1日目のマクドナルド教授の発表にも見られる通り、芸術のにとっての芸術というものは、スコットランドとしての誇りを持ち、独自の文化の復興とそれを継承していくことを強い、それに対する強い意志というのが見受けられますが、さらにそれはスコットランドという地理的範囲で閉鎖的に追求されるものではなく、全世界がそれぞれの文化の多様性に基づいて自律的に発展すべきものであるということを示していくことが極めて重要であると考えます。このグローバルな視点の中に場所の認識ということを捉えることができます。でこの場所の認識というものについて、日常生活に目を向けることから住まうことということに着目してみると、それは性の表記の中での、行為の段階における人々、場所、というもの、です。それから、こうずっと、回ってきまして、事実、それから夢という段階に回ってきまして、その中で詩、ポエトに書いておりますが、そういう言葉にたどり着きます。これは、例えばハイデガーが、ヘルダーリンの詩の一節である詩的に住まうという言葉を引用しておりますが、これはヘルダーリンの詩ですけれども、我々が住まうということの価値基準というものを詩というものに置くことができるとするならば、我々の施策によってもたらされる言葉というものが、我々が地上に住まうことの本質というのを明らかにしてくれるのであると考えます。しかしながら、都市計画の視点から見た場合、残念なことにゲデスが目論んでいた芸術による専門性の統合は、当時の社会、さらには、現代においても必ずしも自明なものではありません。このことは、仮面劇が研究者や専門家に評価を得ることなく、当時の中流階級にとってのエンターテインメントとして注目されたに過ぎなかったこと、そして、ゲデス以降の専門家による、都市計画の趨勢がゼネラリストとしてのゲデスを過小評価してきた事実といったものによってある意味証明されているかと言えます。さらには冒頭の、国立市の、例に代表されるように、今日の日本、特に都市部において共通の価値観の存在を前提することはもはや不可能に近い状況であります。でこれが先ほど説明しました国立の、ピクチャーでございますけれども、This is quite old picture of the 国立 city. 国立 city was developed 1920s, something like that. It's a quite modern city plan, and over there, the left, the picture there is that's this triangle roof. It's a Kunitachi station, railway station, and that still exists in the city. This is a picture of the Kunita city now. That the triangle roof is the same building as nearly 80 years ago. And also this picture, this small, the contrast between the small railway station and high-rise apartment behind that means the sort of diversity of our sense of values. It's a kind of manifestation of our kind of inner world, which means people has a different sense of value, also living in the same place. 日本語で言いますと、国立の、駅舎がありまして、その後ろに、
高いマンションだったんですけれども、先ほどこの前にお見せしましたものは、国立というものが近代に作られた、計画的に作られた都市なんですけれども、駅舎というのが非常にthe railway station building has a symbolic meaning for the Kunitachi residents because that was built very first time and very first place in this city. The station is here, and then this is the main street of the Kunitachi city.で後ろにあるこの高いマンションというものとこの駅舎というものが、こういう形で存在しているということ自体が、今日のいろいろな同じ国立市に住んでいる人にとっても違う価値観を持っている人が、存在しているということを、示していると。つまり、ちょっとインナーワールドというあえてこじつけた言い方をしましたが、その我々が内面で求めているものというものが結果として現れた、要するにマニフェストしてきたものとしてこういう都市景観、このタウンスケープというものがあるということです。テキストの方に戻りまして、今冒頭で、申し上げた国立の例に代表されるように、今日の都市部においての、共通の価値観というものを前提にすることはもはや不可能であるというふうに考えます。むしろだからこそ、共通する意識の存在というものを前提としてそれを象徴するものとしての芸術の復興、そういうことを目指すのではなく、言葉によってもう一度その人々の共有できる地域の物語というものを構築する試みが必要ではないかと考えます。その意味において私はゲディスの性の狂気、我々の内面から発話するその内面からの発話である詩的な言葉、詩的な言語による新たな物語作りの、というものが必要である。またゲディスのその性の狂気というのがその第一歩として、重要視されているというふうに考えます。そして、我々と、場所とのつながりから、今の混沌とした、この社会の中で、一瞬の美しさというようなものをこう見出していく、この地に住まうことの意味を確かめていくこと、そして、それらを単に感じるだけではなく言葉として、発していくことが、今日の街づくりにおける、新しい希望というのをつないでいくものではないかというふうに考えます。さらにその心の動きというものを、芸術という手段を介して表現していくことによって、重要視、その芸術をこう受け取る人たちの心に強く訴えかけていくということができるのではないかと考えます。あとこの意味において芸術というのは絶対的な価値というものを象徴するものではなく、生活世界における終わりのない施策というものを促していくための、プロセスとしての芸術というような役割が、期待されるというふうに思います。で、まとめ、コンクルージョンということですが、今日においてゲディスの業績を実際に達成された偉業から捉えることだけではなくて、必ずしも偉業から捉えることだけでは必ずしもそれを十分に評価することにはつながらないというふうに考えます。彼が今日残してくれたことは我々が場所との関係についていかに施策を続けていくかという大きな問題提起であり、それは本日ここに集まっている方々を含めた多くの人々の心の中に生き続けている問題ではないかというふうに考えています。さらに、彼が残した施策のためのさまざまな装置、機械装置、シンキングマシンというものですが、例えばダイヤグラム、それから絵画、カメラを作る、それから、今回テーマにしました仮面劇、そういったものが、今日も我々の心を捉えているということは、直接偉業を描くということではなくて、未だ描くことのできない未来、また未来のその姿と、それに至る過程をどのようにデザインをしていくか、そのプロセスをどういうふうにデザインしていくかということが、まさしく今日において重要なテーマであるということを意味していると思います。今日の社会には、多様な合理性に基づく数多くの言葉というものが存在しています。こうした中から新たな、未来の姿を描くには、多様な専門性の力を借りながら、ここに生み出される多様な、言葉をつなぎ合わせる作業ということが必要だと考えます。また例えば、今日もお越しですが、歴史家の方、芸術家の方、そういった、研究成果、
そういったものを例えば教育者、それから計画者が実践的に応用していく、そういったプロセスによって知というものを引き継ぎ解釈し、発展していくということも重要であると考えます。そのためにはより俯瞰的な視点、それからゼネラリストの視点、そういったものから知を再構築していくことが、再構築していく、そういうことができる人材を数多く生み出していくことが必要ではないかというふうに考えます。そこで、まとめに書いてますが、千人もの下ですということで今こそ千人もの下です、何千人もの下です、すなわち下ですの理念というものを引き継いでいく多くの研究者、学生、そして市民、そういったものを育てていく。I mean, not a capital ゲです、but small ゲです。小さなゲですというのを、育てていくということが我々には重要ではないかというふうに考えます。以上です。Thank you very much. 佐藤先生、どうもありがとうございました。ご質問のある方は。ゲディスのフィロソフィー・オブ・ライフということを伺ったんですが、最初の方でドイツではニーチェとかティベタイとかのレーベンス・フィロソフィーというものが性の哲学というのがあって、そのことの関わりはもしお分かりになったら教えていただきたいなというのと、ただそのオーストリアのウィーンのモダニズムのことを考えたときに、そのニーチェまで言ったの影響で、その過去というもの、伝統というものは非常に重圧と考えられて、その性を抑圧するものと考えられたので、そこからむしろ逃避してモダンなもの、モダンということがウィーンでとても特殊な響きを持っていたので、常に新しいもの、新しい感覚を与えるものというのを目指していくわけですね。それはむしろ過去から逃げる、批判するという側面があって、それはユーゲンシュというとかクリムトンの芸術家とかリヒャート・シュトラウスの音楽家とか、そういうものを作っていく面があったわけですけれども、そのゲディスの場合はその性の哲学というのはむしろ過去や未来に対して、現在をつなぐという側面があるように伺ったわけですけれども、それは、どうしてそういう違いが出てくるのかということとすいません、ちょっと長い質問です。もう一つは、あと非常に話を聞いていて、そのウィーンのモダンの代表的な作家であるそのフーゴー・フォン・ホフマンスタールのことを非常に思い起こさせられて、非常にその後期のホフマンスタールと似ている面、共通するというか響く面があって、例えばホフマンスタールは世紀末の頃は非常にそのモダンなものを目指していたんだけれども、だんだん後期のホフマンスタールはむしろその過去とのつながりというものを求めていって、特に第一次世界大戦が終わってからですね、ザルツブルク音楽祭というものを、創始者の一人でもあるわけなんですが、そういうドイツ語圏の文化が、特にその敗戦の結果外国の文化にどんどん圧倒されて、そのドイツ語圏の特色をなくしていってしまう、過去とのつながりを失っていくことを非常に恐れていたので、そういう、文化の維持装置としてのそういう、ザルツブルク音楽祭というものを作ったりして、でその場合にその、言語も非常にその、民衆的な言語を取り入れて、それから非常にその文学に限らず総合的な芸術、いろんな何ですか、例えばリハルツ・シュトラウスとの協力でオペラを作っていくとかですね、そういう、そういう異なる分野のものとの協力関係で作っていくというような面があって、でそういうゲディスのインターディスプリナリーな面とか、非常に響くものを感じて、そのホフマンスタールスのコンセバティブ・レボリューションなんていうようなことも言っていた、保守的革命などという非常に、矛盾したような言葉も使っているんですが、そういう、性の哲学との関係がそこにあるのかどうか、私まだちょっとよくまでわからないんですけれども、ただ一旦その若い頃のホフマンスタール、そのちょうど19世紀の終わる頃っていうのは、むしろ何か過去と決別する新しい文化を作っていくというようなことに、その性の哲学が作用していたような
気がするんですね。でそこら辺もし何かご意見とかおありでしたら伺いたい。Several questions. Listening to your presentation, you've mentioned about the philosophy of life by Geddes. So I'd like to know the connection of his philosophy with the German Leibniz philosophy presented by the Nietzsche or Jurutai in Germany. If you know anything about those relationships, please tell me. That's the first question. Especially it is related to on the concept of modernism in Vienna, in Austria. In those days, for Nietzsche or Jurutai, the pressure of a tradition in the past was something to oppress the life. So in those days, they tended to escape from those traditions or the past and explore more modern or new ideas. So always they valued the new things in order to avoid or escape from the past. Especially in those days, the Jugend shoot or Klimt or Richard Strauss, Jugend Stier or Klimt or the musician Richard Strauss praised the new things, and I believe rather Geddes praised the connection between the future ascended from the past and the present. So I'd like to know why the movement differs, even though they belong to the same period. Especially in Vienna, the modernity was praised by Foucault or the Hofmeister. I believe the latter period, Hofmeister presented a similar idea as Geddes, although in the beginning, especially the end of the 19th century, first he praised the modern things, but especially after World War I, after the defeat of Germany, he praised the traditional culture of Germany by becoming one of the members of the founders of the Salzburg music festivals. I believe it is because of the sense of crisis he had to lose the characteristics of the future of the German culture after the defeat of the Germany, and the German culture was absorbed and invaded by the other cultures in those days. So he established the Salzburg Music Festival as the cultural maintenance device in Germany. But he rather used the popular language, not only depending on the authoritative art like literature. So more generalistic art was something they tried to create. His attempt was exemplified by the cooperation with the Richard Strauss in making or composing the opera in those days. So I can identify some kind of interdisciplinary activities in the field of art presented by Hofmeister. He even used the very contradictory remarks such as conservative revolution. So I'm not really sure this concept is related to the philosophy of life in those days, but as far as I understand, in the end of the 19th century, when Hofmeister was quite young, he tried to leave from the past or tradition, but somehow he returned to the tradition later on. So I wonder, this might be influenced by the philosophy of life concept in those days. So I'd like to know if you have any comment on this kind of ideas. むしろ私が答えるよりもどなたかが答えていただけた方がいいのかなというふうに思いますけれども、残念ながら質問に対してちょっときちんとした今も答えができないかなと思います。ただ一点私の視点から申し上げますと、先ほどその歴史というものが、人をこう抑圧しているというお話がありましたけれども、じゃあ逆を、裏を返すというような言い方になるかもしれないんですが、本当に例えば歴史、それと場所とのつながりというものと切り離してその生命とか生きるとか住まうということを考えられるのかという話が一点疑問として浮かんでくるかと思います。ただその近代というものの一つの反省として場所性みたいなものというものが少なくとも建築の世界で失われてしまった
その場所というかプレイスというものがある意味スペースという形に置き換えられてしまう。またそれがこう科学的なものとして捉えられてしまうというところに大きな問題があって、それが結果として建築の世界でいうモダンな近代というものの崩壊を招いたんじゃないかなと私は思います。その揺り戻しということではないんですが、場所との関係というのは非常に重要視されているというのが今の状況になります。またむしろ近代の時代にそういったことを非常に注目していたという意味で技術の存在というのは、ある意味ちょっとそのメインストリームから外れているかもしれないんですが、その計画という建築とか都市計画に関すると、いわゆる流れからは外れているかもしれませんけれども、むしろだからこそ今近代のものであるかもしれませんが、現代において非常に重要な意味を持っているんじゃないかというふうに私は考えています。すみません、十分な答えじゃなくて申し訳ありません。いろいろ非常に。I believe that I should ask someone else in the audience to respond to his question, but I just can't really give you the precise answer to the question, except for adding one comment on your explanation. Earlier we mentioned that history or tradition suppress or oppress the people, but in other words, we can question that kind of notion by asking whether the connection of history or connection of places can be really separated from our living or life or living in a certain space. That's a question that we had based on the modernity or modern history. Because in the field of the architecture, the concept of place has been lost and replaced by the concept of space with more added connotation of the technology or scientific achievement. So it has become serious problems nowadays. So in the field of architecture, the concept of space was lost and created rather serious problems. So in other words, nowadays, we believe that concept of place is quite important. And in that way, I can believe that even though the idea of Geddes in those days was not in the midst of mainstream in the ideas or concept of the architecture or town planning, but still we can place that even though Geddes belonged to the modern period, not contemporary period, but today, just because he presented such an idea in those days, we can find a significance in the contemporary world. I'm sorry, I can't really respond to your question fully. 非常にいろいろちょっと示唆的な答えをいただけたと思って感謝いたしております。Thank you very much for your significant answer. I believe that is very valuable. Thank you. 僕の発表ともちょっと関係があると思うんで一言だけ言いたいと思うんですが、性の哲学ってディルタイの性の哲学、彼もディルタイもやっぱりゲイツと同じように生物学から出発している人で非常によく似ている存在だと思って、それで調べたんですけれども、ゲディスの中にはちょっと言及がないような気がします。僕が見た限りでのことです。これはマートさんにちゃんとお聞きした方がいいかもしれない。それともう一つ過去とのつながりがないということは全然なくて、もちろんディルタイにおいては解釈学ですから、過去の遺産をゲディスと同じように非常に重要なものとして考えていた。非常に類似性というのはものすごくあると思う。ただ僕は偶然的かな、その時代のそういう知的基盤が非常に似てたのかなというふうに思いますね。Well, since your comment relates to the content of my presentation, I'd like to supply one comment of my own. Of course, the Jurutai presented the idea of the life of philosophy of life, which is quite similar. And as Geddes, he established his foundation of intellectual work based on the biology. So I believe there's a similarity between Geddes and Jurutai, very much. But I've checked how much Geddes referred to the ideas presented by Jurutai, and I found none in his writings. And also, concerning the connection with the past, I believe Jurutai never
refused or ignored the connection with the past because he's been involved in the interpretation of the past, so he considered the legacy from the past very important. Anyway, the Geddes and Jotai had some similarity, but as far as I'm concerned, I believe there's some coincidence because of the intellectual foundation presented in those particular days brought both Geddes and Jotai to such a notion. I'd just like to, first of all, commend you for for finding the Mask of Learning and for taking it seriously as a document. I think it's an extremely important part of Geddes's work that has been quite unaccountably neglected. And your use of it, for that reason, I regard as not only extremely welcome, but also very important. It's a very interesting work in terms of the questions that have been raised by Leo with respect to yourself. And one observation I would want to make there is that we have to remember that Geddes was part of a wider society within Scotland and within Europe, and there are very, very strong connections across to Vienna in particular, not by Geddes himself, but by his good friend Charles Rennie Mackintosh. So one would be able to find links there. But the important thing is that within Europe as a whole, there were many different movements, but all interlinked movements, which had this strong interest in the revivification of tradition, just as there were these movements in Japan. But the question that I have for you is, what led you to make use of the Mask of Learning? Because in my view, it is such an important document. 私の方からまず最初にですね、今のご発表に対して称賛を送りたいと思います。非常に素晴らしいもので、特にその仮面劇を取り上げて真剣にその文献について働いたということで、私は称賛を送りたいと思います。非常にこの仮面劇ということはゲデスの仕事の中でも重要なものですけれども、あまり今までは認められていないし、詳細な研究も進んでないと思いますけれども、それをなさってくださったということで、私は非常に歓迎しておりますし、また大事な仕事だと思っております。これは仮面劇というのは非常に興味深い業績なんですけれども、例えば一つこの点に関して言いたいことはですね、私の考えるに関してはそのゲディスの位置づけなんですけれども、例えば、ゲディスは単にヨーロッパ内スコットランド内の一部の部門に所属していたのではなくて、ヨーロッパの中でもウィーンやオーストラリアを含む非常に幅広い知的なその枠組みの中で活動していたということを忘れてはならないと思います。特に彼の良き友人であるチャールズ・レイ・マッキントッシュなどを通じて、多くのヨーロッパの知識人とのつながりを持っていたわけです。で、ヨーロッパ全土の中で非常に多くの運動といいますか動きがその当時あったわけですけれども、それが相互につながりを持っていたということも考えるべきだと思います。それから伝統の再検討再検証ということもその中で行われていたということも忘れてはいけないと思います。それから今まではコメントでこれからの発表者に対する質問ですけれども、ではこの非常に重要な仮面劇というものをなぜ取り上げようと思ったのか、その理由というか動機を教えていただきたいんですが。まず最初の、いただきましたコメントについてまずどうもありがとうございます。それで、おっしゃる通りそのゲデスというのはそのゲデスだけで、理論を構築していたのではなく、それをサポートする、過去2日の議論がありますけれども、そういった中での、いろいろな関係の中で、彼自身の理論というのが、彼自身の存在というのがあったというふうに私も認識をしております。ただあえて私のプレゼンテーションの中ではちょっと戦略的な意味もあって彼の理論というようなあえてそういう表現をさせていただきました。それともう一つのなぜ、マスク・オブ・ラーニングかということに対する答えですけれども、私の立場、つまりどちらかというと現代の社会の中で、新しい社会を作っていくには何が必要かと
いうことを考えている人間にとってその一つはいかにこう人々をネガティブなそのというかパッシブな人々をそのアクティブな人々に変えていくかというのが一つ非常に重要なことだと考えています。その中で、今回のテーマである芸術というものとさらにその中での参加というものを実際にもう100年以上前に実践をされていたということは非常に驚くべきことであると思いますしそれが今日でも今日の街づくりにおいても非常に大きな意義を持っているというふうに思っています。ですからそれが現代というかその過小評価されているということ自体私も非常に悲しく思いますしむしろそういうことに光を当てていくということが私は非常に重要だと思います。Well, thank you for your comment. And as you mentioned, that Geddes was supported by a variety of intellectuals in those days. And in the past 2 days, we've discussed the Geddes' position in those periods. I understand that he existed and worked keeping the relationship with many or diversified group of people. But in my presentation, I strategically picked up only a portion of his discussion in order to make a presentation more effective. And as for your question, why I picked up the mask of learning, it is because of my duty or my work. My work is to find out how we can involve the people and create the new society in a contemporary period, and what is necessary. And that is my position, to clarify it. And in the course of such activities, it is very important for me to find a solution or way to change the passive general public into more active entities. And I believe it's very important for us to facilitate the participation on the part of the people in the local community and even using the artistic forms or artworks. And it is quite outstanding or amazing that Geddes had implemented or practiced such a work over 100 years ago. And today it is considered as very important to foster the participation and art in constructing the urban society or the town planning. So it is regrettable that Geddes' work of mask of learning is less evaluated in contemporary society, but in that means that we have to shed more light on that part of his work from now on in order to revitalize the value to the contemporary society. I was wanting to ask a question about the issue you raised about the citizens with diverse value systems being a problem. I'm aware of the problem existing of kind of rampant individualism